もうどうでもいいと諦めた瞬間に人生は覚醒するよっていうお話をしたいと思うんですけど、なかなかお金がたまらないとかね、人間関係うまくいかない。体調が優れないんだよね。やりたいことができないまま時間だけがどんどん過ぎていく。みたいな感じで、それを何ヶ月何年も同じような形で悩み続けている人って意外と多いんじゃないかなって思います。で、私自身も、例に漏れず当てはまっていた過去があるので、その状態の苦しみとかもどかしさみたいのって痛感してきたわけなんですね。で、そこから打破するためのヒントっていうのをお話しできたらなと思うんですけれども、実はその状態から抜け出したいって思う時に、みんなどういうことを考えるかっていうと、頑張ってそこから脱しなきゃって思っちゃうんですね。いや、そりゃそうでしょって感じるかもしれないんですけど、実は願望実現とかね、この潜在意識の分野において、頑張るとか努力するっていうのは成功から真逆の方向に行ってしまうっていう特性があるんですよ。いや、頑張んないと変わんないんじゃないのって普通は思うんですけど、だから変わらない。頑張るから多くの人が報われないっていうのが結論なんです。これ、ね、よくよく考えてみると、頑張る、努力するってことは今どういう状態かっていうと、それが達成できていないとかね、不足感がある状態なわけです。不足感があるから頑張るっていうのが、言葉にしなくても裏側に隠れてるわけじゃないですか。今達成していないから頑張る。私にはできていないから努力する。これは普通だと思うんですけど、でもできていないとかね、不足しているっていうところが先に脳に刻まれちゃってるんですよ。だからなかなかそこから抜けられない状態になっちゃうんです。その状態でもがけばもがくほど何が起きるかっていうと、こんだけ頑張ってるのにまだうまくいかない。こんだけ必死に生きてるのに全然成功しない、お金持ちになれないっていうように、どんどん負のループに入っていくんですよ。もっと頑張らなきゃ、もっと努力しなきゃって思ってさらにうまくいかなくなって、で身も心も削れていって、しまいには疲れ果ててしまうと。毎日こんなんだとやってられないじゃないですか。で、こっからが面白いんですけど、人間ってその必死に頑張るとか努力するっていうのをやめた瞬間に逆にうまくいくようになってるんですよ。例えば、よくある話で言うと、恋愛とかもそうなんですけど、恋人欲しい欲しいと思ってる時って恋人できないんですよね。モテようとか好かれようって必死になっている時ってずっと空回りしてるというか、全然彼女彼氏できなかったりとかっていうのって、よく聞く話じゃないですか。私もご多分に漏れずそういう時期が過去あったんですけど、ふともうどうでもいいかって思った瞬間があったんですよ。どうせ私だったらいずれ理想のパートナー見つかるしみたいな領域に入った瞬間があったんですね。で、そこから面白いことに、誘ってから本当に数週間とか経たないぐらいに新たな出会いっていうのが生まれて、でそれも私もモテようとか彼女作ろうとかっていう思いって1ミリもなかったんですよ。友達との食事の会でたまたま同席してた女性がいたんですね。実はその女性というのが今の妻であるんですけれども、それぐらいどうでもいいかって諦めると、今まで渇望していたことがスッと手に入るんですよ。渇望していた時はうまくいかなかった。でも諦めるとスッとうまくいくっていう現象が起きる。これはお金とかでも全く一緒で、稼がなきゃって焦ってる状態。これ何かっていうと、もう心に余裕がなくて、その稼がなきゃ、今お金ない、やばいっていうところしか見えてないんですよね。脳の仕組み的にラストスコトーマっていう話があって、ラス、スコトーマ、これそれぞれ情報のフィルターになっているんですけど、ラスっていうのは自分が意識を向けたことに対して情報を引っ張ってくるっていう性質があって、スコトーマっていうのは意識を向けていないことに対しては全く情報を入れないっていう裏表を担っている機能があるんですね。取り入れるっていうフィルターと取り入れないっていうフィルターがあるんですけど、そこがお金ないから必死で頑張らなきゃってなってると、お金がないっていうところにフォーカスを当てているんですね、ラスとしては。で、スコトーマ、弾く情報としては、そのお金がない以外の情報を弾いちゃうので、お金持ちになる方法とかアイディアとかご縁っていうのが見えなくなるっていう、この脳の性質があるんですよ。めちゃめちゃ怖いですよね。で、ここで諦めるとどうなるかっていうと、その狭まっていた視野がふっと広がるんですよ。どうでもいいやって思うことによって、お金がない、恋愛でうまくいかないから頑張らなきゃ、不健康だから何とかしなきゃ、病気だから、人間関係がどうだからっていうところから外れるので、執着が消えるみたいな感じですよね。そうすると何が起きるかっていうと、今まではお金を稼がなきゃっていう一点だったのが、お金稼がなかったとしても別に幸せに生きる方法いくらでもあるかみたいな形で視野が広がるんですよ。で、そうすると広がった視野の中にお金持ちになるアイデアっていうのも含まれているから、お金持ちになるチャンスがぐっと上がるんですよ。今までは
視野が狭くなってお金持ちになる方法が目に映らなかったのに、脳に映らなかったのに、ふっと気を抜いて視野が広がった瞬間にその情報が入ってくるようになるんですね。だから諦めると勝手にうまくいくんですよ。恋愛もそう。モテなきゃモテなきゃモテなきゃって思ってると、そんなに自分がモテるモテるって頑張らなくても、あなたのことを好きになってくる人がいるのに、その人のことが目に入らないってことになっちゃうんですよ、脳の仕組み的に。だから何でもいいや、もうどうでもいいやって思うのが結局一番早く願望を実現していくっていう鍵なんですよ。なんとなく理屈はわかると。まあそうなんだろうけど、そうは言ってもやっぱりお金がないならお金がないと思っちゃうじゃんとかね、恋人欲しくてたまらないならやっぱり恋人渇望しちゃうじゃんっていうところあると思うんですけれども、ここも一つ意識するといいなっていうポイントがあって、まずは徹底的にその理想が叶った姿っていうのをイメージしてほしいんですよ。お金の問題でも健康問題でも人間関係、恋愛とか何でも OK です。その分野において自分がもう今思いつく限り最高の幸せな状態っていうのをイメージしてください。お金持ちになって、タワマンの47階に住んでいるとかね、レクサス乗り回しているとか、ベンツ買ってるとかでもいいし、ね、最高なパートナーを見つけて幸せに過ごしている姿っていうのをね、日常を思い浮かべてもいいし、徹底的に思い浮かべてください。例えば今、何かしら健康で改善したいところがあるなら、その問題部分がクリアされて自由に動き回っている自分、体や肌の不自由や不快感から解き放たれて、最高な気持ちで毎日過ごしている自分っていうのを思い浮かべてください。どうですか？めちゃめちゃ最高な気分になりません？どんどんね、喜びとか、やべえなっていう風にテンションが上がってくるんですね。テンション上がりましたと。頭の中で自分の理想が叶っていきます。そしたら、それもどうでもいいかって口に出してみてください。いっかって理想を思い浮かべて、こんなのできないかもなとか、本当に自分にできるのかなっていう疑いとか不安っていうのはいらないです。理想を徹底的に思い浮かべて、どうでもいいかって一言つぶやいてください。これで何がいいかっていうと、一回理想の状態を脳でバチッと明確にイメージするじゃないですか。そうするとラス機能、自分の情報のフィルターっていうのが広がるんですよ。お金持ちになっている姿、幸せな家庭を築いている姿っていうその情報がガッと入ってくるようになると。で、その上でどうでもいいかってなると、さらに視野が広がるんですよ。お金持ちにならなきゃならなきゃっていう風に一点集中じゃなくて、いろんな選択肢を意図的にどうでもいいかっていうことで視野を広げることができるんですね。この組み合わせがめちゃめちゃ強力です。しかも頭で思い浮かぶ、想像できることって現実にできるから思い浮かぶんですよ。だってそもそもこうなりたいって思わないものとかね、自分が物理的になれないものって頭に思い浮かばないんですよ。例えばピアノが好きでピアノを仕事にしたいと思ってる人だったら、そのプロピアニストとして世界中で活躍してる姿っていうのが思い浮かぶと思うんですけど、でもその音楽に一回も触れたことがないし、ピアニストなんていう言葉を人生で出てきたことないよっていう人からしたら、そもそもプロピアニストになるとかね、ピアニストとして世界中で活躍してる姿なんて想像できないじゃないですか。でもできるってことは自分にはできる可能性が十二分にあるから頭に思い浮かんでくれるわけですよ。ってことはできるんですよ。あとは情報のフィルターを広げて、情報を勝手に脳が取り入れてくれる状態を作ればいいだけなんで。そう、お金持ちになりたいなってことは、思えるってことはなれるってことなんですよ。ここでどうやったらなれるかなとか、本当にできるかなって余計なこと考えちゃうと遠回りになっちゃうんですけど、私はもうこんだけのお金持ちで幸せな生活を送っているんだ。それもどうでもいいかのこのコンボで一気に実現度合いがガッと上がるんで、そんな簡単なことで意味あんのかって思うかもしれないんですけど、その意味あんのかっていう思考すらも無駄なんですよ。とにかく素直に理想を徹底的に思い浮かんで、それもどうでもいいかって手放す。意図的に手放すようにするとガッと入ってくるようになるんですよ。願望実現とか潜在意識の業界で執着を捨てろとかってよく言うじゃないですか。ここなんですよ。執着を捨てると情報のフィルターが広がるから入ってくる情報も増えるんですよ。今まで見えていなかったヒント、アイデア、ご縁っていうのが急に入ってくるようになるんで、勝手に願望が叶っていくっていう仕組みなんですね。めっちゃ良くないですか？必死になればなるほど自分は苦しくなっていく、息苦しくなっていく、辛くなっていく。でも諦めると気が楽になるのに勝手に願望が叶う。こんなに最高なことなくないですか？どうせうまくいくよねとかね、いずれこうなるんだから、今焦ってもしょうがないかぐらいなフラットな気持ちになると爆速で叶っていくんですよ。みんなやっぱり人間っていうのは目先の結果を追い求めがちな生き物ではあるんですけれども、それがかえって願望実現を遠ざけている原因なので、ぜひ今ね必死でやってる、頑張ってるのになかなかうまくいかないよって感じてる方は一回諦めてみてください。これは
消極的な諦めじゃなくて積極的な諦めです。ポジティブな諦めです。まあここまでが私頑張ってきたんだし、まあどうでもいいか。どうせうまいこといくでしょ人生なんてっていうように諦めるとうまくいくんですよ。これがすごいですよね。この動画見てくださってる方っていうのはもう本当にもうほぼ全員皆さん真面目に頑張り続けてきた方ばかりだと思うので、もう一回とりあえず肩の力抜きましょう。今日明日肩の力抜いて、まあどうでもいいやと思ってみてください。そうすると今まで苦しかったのもなんとかなっていくんですよ。お金で苦しんでる、恋愛で苦しんでる、健康で悩みがある。そんなのも別にどうにでもなるんです。だって世の中見渡したらどうにでもなってる人って5万といるじゃないですか。それが同じ人間なんだから自分もできるはずなんですよ。あなたにもできるはずなんですよ。ポテンシャルは誰しもが 150%、200%、1000% 持ってるんです。だから安心してください。どうせうまくいきます。大丈夫。絶対大丈夫です。なので、ポジティブに諦める。ポジティブに手放すっていうのをやってみると、これが案外うまくいくので、ぜひ意識してみてください。ここでお知らせです。ただいま概要欄、プロフィール欄の URL から潜在意識と願望実現についてより詳しく解説している願望が叶え続けるロジカルな潜在意識の授業プラス8大特典をご用意しております。1、引き寄せ心理学実践ライブセミナー。2、夢を叶える潜在意識活用限定ライブセミナー。3、潜在意識を活用して幸せなお金持ちになるためのライブセミナー。4、最高の人生を引き寄せる5理論 &8 つのセルフイメージ構築テンプレート。5、潜在意識を活用して最速で夢を叶える方法をまとめ音声ファイル。6、お金のブロックを外す実践的ワーク7選。7、最速で夢が叶ってしまうビジョンボードの作り方。8、人生を一瞬で変えるセルフトーク攻略マニュアル。これらをお届けしておりますので、ぜひ合わせてゲットしてみてください。それでは今回も動画をご視聴いただきましてありがとうございました。もし1ミリでも参考になった部分がありましたら、チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。